こんにちは、あやこんです。今日は2025年11月1日、チリのサンティアゴから11月13日のスペイン・マドリードまでのオニュのワールドツアーを一気に振り返っていきます。では、早速参ります。2025年11月1日、チリ・サンティアゴ。サンティアゴからはサウジの写真もたくさん上がっていて、オラとかオールデイとか歌ってくれていたみたいですね。この日のサウジの衣装、キャップに紫のスタジャンでめちゃくちゃキュートでした。ライブ本編ではゆるっとしたガーゼっぽいトップスとタンクトップの重ね着にデニム、飾らない感じなのにチル感があって大人っぽくって本当に素敵でした。ゆるさの中にある包容力みたいなものが感じられて、なんだか落ち着くスタイルでしたね。おうちデートで着てほしい服ってこういうのだよねっていう雰囲気です。そして曜日では会場にシャボン玉が舞っていて、このシャボン玉がライトの光に照らされて本当に幻想的でした。このシャボン玉はファンイベントだったみたいで、チリのジングちゃんたち粋な演出で最高でしたね。アンコールでは日本と同じように慢声でオニュが客席の間を歩いてくれるサプライズもありました。チリのジングの皆さんとっても嬉しそうでしたね。ブラジルの時も思ったけど、サンティアゴのジングちゃんたちも一緒に歌ってる感がすごく強かったです。アニマルズの時にアオーンって吠えてる人もいたみたいで、国ごとの楽しみ方を見るのも楽しいですね。はい、11月5日、メキシコでのオニュは西部劇の保安官みたいなベストの衣装。ヘアスタイルはマエストロを思わせるようなタイトなセッティングで、お顔がしっかり見えてとても良かったです。この日のサウンドチェックは解禁シャツにスラックスで爽やかな高青年スタイル。腕まくりがまた似合ってて、近所の頭のいい大学に通うお兄さんみたいな雰囲気でした。もし近所にこんな人がいたらもう絶対に好きになってるって思いました。ライブ中スタンドマイクにぶつかってマイクが落ちちゃうハプニングがあったんですが、慌てずにさっと拾ってそのまま歌い続けるところがさすがプロだなと感じました。こういうとっさのカバーリングがスマートにできちゃうのもオヌの素敵なところだと思います。私は絶対顔に出るタイプなので、オヌの落ち着き本当に尊敬します。車の運転とかもなんか絶対うまいんだろうなって思いました。続いて11月9日、パリのオニョはとてもスタイリッシュな印象でしたね。よく見ると口ピアスをしていてちょっと意外でした。優しい雰囲気のオニョにちょっと危険な男感のある口ピアスってのがギャップがあってとっても良かったです。このスタイリッシュな衣装はソウルコンでの赤いジャケットや白いセットアップと同じところの制作で、今回のために作られたみたいですね。少し変わったデザインなんですが、オニョが着るとハイブランドのお洋服みたいで、もう気品が感じられました。そして羨ましいのがマットがセトリに入ってるところ。大人っぽくてメロディアスな曲を生で聴けるなんて羨ましすぎます。いつか日本でも歌ってほしいですね。アンコールでは武道館の時みたいな猫耳のニット帽にグッズのフーディー、スタイリッシュ極まる本編とのギャップが最高でした。ツアーグッズも追加のもの、限定アイテムなのかな。黒に水色の文字のフーディーやロンティーが登場していました。私はコネクションのフーディーを持ってますが、今回の水色のパーセントの文字の色がとても可愛いので、こっちもね欲しくなってしまいました。実物見てみたいですね。はい、続いて11月11日、イギリスのロンドンではフロントに留め具がいっぱいついたミリタリー風のバンドジャケット、胸にはバッジもたくさんついていてブリティッシュ感のある素敵な衣装でした。アニマルズはジャケットを脱いで熱くパワフルに歌い上げてくれてて、時差の関係で私は寝起きにこの写真や動画を見たのですが、もう一気に目が覚めましたね。ナムジャ感たっぷりで力強く歌われるアニマルズは本当にかっこよくて、朝の支度も忘れて見入ってしまいました。カフェインではスタンドマイクを足で倒したり戻したりするパフォーマンスもあって、余裕でさらっとやっているのがすごくかっこよかったです。アンコールでは今度はグレーのフーディーを着ていて、ヘアスタイルのふわふわ感と相まってアンニュイで柔らかい雰囲気でした。はい、
そして11月13日、スペインのマドリードのジングちゃんたち、本当に熱かったです。盛り上がりが画面越しにもすごく伝わってきました。サーチではストレートヘアにハイネックで、ハイネックのニットが深みのある赤で、ちょっと早いけどクリスマス感も感じられました。そこから本公演ではロックティーと赤いカーディガンにチェンジしていて、なんとヘアがくるくるに変わっていて驚きました。サウジの時のストレートヘアとのギャップが印象的でした。アニマルズでもとても盛り上がっていて、最後にマドリードって叫んでましたよね。言ってもらえたジングちゃんたち本当に嬉しそうでした。これEverybody Feeling のところ、それぞれの地名に変えてくれたらなんかもっと盛り上がるんじゃないかなって思ってしまいました。絶対会場のジングちゃんたち嬉しいと思うんですよね。いつかやってみてほしいです。はい、ということでチリからマドリードまで駆け足で振り返ってきました。海外のジングちゃんたちを見ていて感じるのは、みんなとても素直に喜びを表現するなというところです。歌詞が完璧じゃなくても、音程が少しずれててももう気にしない、全力で歌って全力で楽しんでるっていうのが伝わってきて、見てる側も嬉しくなりました。日本のジングたちももっと遠慮なく今を楽しんでいいなって感じました。そして母乳自身もどんどん自由にパフォーマンスしたりアレンジしたりして楽しんでいるのが伝わってきて、もうそんな姿を見るだけで幸せな気持ちになります。マドリードの後はヘルシンキ、コペンハーゲン、ティルブルフ、ワルシャワ、ベルリンと続きます。そしてワールドツアーは1月9日からアメリカに、12月はライブはお休みですが、韓国でポップアップイベントがあるみたいですね。ジンニャンズトゥインクルスノーランド、ポスターもすごく可愛くて、どんな内容になるのかとっても楽しみです。先日のパーセントのポップアップがすごく楽しかったので、ポップアップにすごくすっかりハマってしまいました。本当は韓国まで飛んでいきたいんですが、私は日本から応援したいと思います。韓国でのポップアップに行かれる方、ぜひ様子を教えてください。ということで、残りのワールドツアーもレポをまとめてまいりますので、よかったらまたお付き合いしていただけると嬉しいです。では今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。